もっと知りたいベリーダンス。今回のテーマはこちらです。好きな気持ちが原動力。ダンス未経験からプロダンサーになりました。大人から始められるダンスとしても人気のベリーダンス。数多くのステージに引っ張りだこの幸恵も実はその一人だ。細やかなテクニックとエレガント&情感たっぷりに踊る現在の姿からは想像できないが、始めた当時は相当苦戦したことも多かったようで、仕事漬けの毎日から解放されて、ベリーダンスを始めたのは社会人になってから。徐々に責任ある仕事を任せられるようになり、気づいたら休みの日は疲れて一日中家で寝ているだけ。そんな日々に疑問を感じて思い切って会社を辞めた頃のことです。1年間は自分の好きなことをしようと決めていたので、ネイルやフィットネスジム、興味あることをいろいろ試す中で気になったのがベリーダンス。早速体験レッスンに行ったところ、あまりの楽しさと先生の妖艶な美しさに魅了されて、その場で入会を決めました。当時は自由な時間はたっぷりあったこともあり、週 4,5 回受講可能なレベルのクラスは全て受講するくらいハマってしまいました。楽しい、でもできないこともたくさん。ダンスは全くの初めて。もともと体を動かすのは大好きで、学生時代はバスケやマラソンに打ち込んでいたので、体力と持久力には自信がありましたが、レッスンでは生まれて初めて経験することの連続で、最初はついていくのに必死でした。特に苦戦したのは振り付けの時間。リズムに合わせてステップを踏んだり、手と足を両方同時に動かしたりするのが難しくて、気づくと先生とは逆側の手が上がっていることもしょっちゅう。シミーも頑張ろうと思えば思うほどガチガチに固まってしまって、足がうまく動かない。習った振り付けをその場で素敵に踊っている先輩たちを見ては、なんですぐ動けるんだろうといつも不思議に思っていました。私が地道に続けていたのは、家に帰ったら即復習。とはいえ当時は気軽に動画を撮れるスマホなどありません。レッスンの記憶が鮮明なうちにと、帰りの電車で習った振り付けをノートに書き出すようにしていました。苦手だったシミーは、朝起きたら寝る前にとルーティン化して、毎日3分 ×5 セット以上プラス、歯を磨くとき、洗濯物を干すとき、食器を洗うときなど、立ってるときは常に足を動かしていた気がします。手先やアームも日常生活のふとした仕草や姿勢から意識するようにしていたら、徐々に褒められることが多くなりました。いつも頭の中はベリーダンスのことでいっぱい。でも毎日が楽しくて仕方なくて、大好きなことなので全く苦とは思いませんでした。確かな知識と自分らしさ、プロとして大切にしていること。当時通っていたスタジオでは隔週のイベントがあり、私たちも生徒部門で定期的に人前で踊れる機会がありました。初めて踊ったのは忘れもしないハキームのポップソング。ドキドキしつつも習ったことをようやく披露できるのが嬉しかったことを覚えています。ただ今当時の写真を見返すと、この選曲でこの衣装と恥ずかしくなるようなものもちらほら。プロ活動を意識し始めてからは、改めてジャンルや歴史、文化、アラビア語の歌詞について学んで知識を深めています。また与えられた情報をそのままではなく、なるべく自分で見聞きしたり、インターネットで調べたり、その道に詳しい人に聞いたりして裏付けを取るよう心がけています。エジプトではダンサーはステージ上でも一切の飾り気なく自然体そのもの。エジプト人の知人曰く、綺麗なだけじゃないダンス。初めて見た時は、これまで自分が日本で見ていたのとは全く異なるスタイルと圧倒的なパワーに大きな衝撃を受けました。ただその所作や立ち居振る舞い、フィーリングエトセトラは現地で生まれて育ったからこそ得られるもの。そのまま真似するのではなく、プロとして自分なりに噛み砕いて、自分ならどうアウトプットするかを考えることを大事にしています。ダンス未経験だからこそ理解できることも。未経験の生徒さんに教える際は、難しい筋肉の名称などは一切使いません。入門レベルのクラスでもアラブの名曲で踊ってみたり、
太鼓の生音でリズムを感じてみたり、楽しく踊れる雰囲気づくりを意識しています。仕事が忙しかったけどレッスンに間に合ってよかった。疲れてたけど踊ったら元気になった。キラピラした笑顔で帰っていく生徒さんたちを見ていると、自分もベリーダンスを始めた当時のことを思い出して嬉しくなるんですよ。いかがでしたか？日本ベリーダンス連盟では現在活躍されている方のコラムをもっと知りたいベリーダンスとして随時公開しております。ベリーダンスに興味のある方、これから始めてみたいという方、皆様でもっと盛り上げていけたら幸いです。他の記事もありますので、ぜひチャンネル登録してご覧ください。また公式サイトでも公開しておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いいたします。